個人的にはですね、こんなに進化しましたよってね、手放しでは喜べない、まさにね、解約アップデートだと断言します。どうしてこうなったかなってぐらい音が良くなくて、例えるなら今回の X10 は見た目は綺麗でスタイリッシュでセクシーだけど、付き合ってみたら肝心の中身が薄っぺらい見た目だけの女。はい、どうもリゴロウです。弟さんの Android ナビを使い始めて約半年が経過しましたが、新商品 X10 シリーズの10インチモデルのねご紹介をさせていただくわけですが、この動画ではですね、実際に2週間ほど使ってみて、正直な感想をねぶっちゃけたいと思います。まず結論を言うと、この度の商品アップデート、いいところだけではなく実は解約されたところが多々あります。当然 X10 の魅力をねお伝えするんですが、こんなに進化しましたよってね、手放しでは喜べない、まさにね解約アップデートだと断言します。まずですね、これから話すことの大前提として皆さんに質問です。いい商品、いいサービスの定義って何でしょうか。人は初めて行くお店だったり、初めてね使う商品やサービスにおいて何をもってしてねいい商品と定義づけるんでしょうか。コスパでしょうか、それとも心地よいユーザー体験でしょうか。どんな感情を抱いた時に人にお勧めしたくなるんでしょうか。で、答えは期待値を超えた瞬間に人はまずいい商品、いいサービスであると暫定するんですよね。で、今回の X10 は僕的にかなり期待値が高かったんですよね。今まで気に入って使ってきた S8 モデルがさらに進化を遂げたんだと。一体どんな風にねグレードアップしたんだよとか。で、このスペックじゃ間違いないっしょみたいなね、過度な期待があっただけに、残念度合いが高いんですよ。お世辞にもねいい商品であると断言できるマインドではないっていうのをねあらかじめ含みをきいただいた上でご覧いただきたいのと、弟さんから今回ね商品提供を受けていながら、このような発信をするのはねいささか抵抗はあるんですが、忖度まみれの浅はかなレビューはしたくないし、嘘もつきたくない、やるからには徹底して使い込んだ上でレビューしてやるっていう、リゴロの意地なんだとご理解ください。で、今回はですね、こんな流れでね、進めていきたいと思いますけど、主にですね、今まで使ってきた S8MS と、新しい X10 の比較をもとに、それぞれのね強みと弱みを、大事なところだけねかいつまんでご紹介しつつ、後半ではね、じゃあ X10 って結局どうなのよっていう最終ジャッジについてね述べていきたいと思います。 Android ナビや弟製品の魅力においては前回の動画でね詳細語ってますんで、今回割愛、こちらのね動画をご覧いただければと。まずは前回使用していた S8 シリーズの MS タイプからどう変わったのかを簡単に説明すると、まず注目してほしいのは価格ですよね。 S8MS9 インチは、実売4万円前後に対して X10 の10インチは実売 7.6 万円と、ほぼ倍近い価格差になります。で、ここは大事で、やはり Android ナビの魅力はリゴロ的には低価格であることなので、7.6 万円は少し構えちゃう金額ですよね。せめて割引なしでも7万円は切ってほしいかなという感じです。で、画面の表示領域が縦が720から800に大きくなって、メモリストレージとも十分なスペックになったと思います。ただ Android 13は OS だけでも3ギガ以上はメモリを食ってるんで、8ギガっていうのは最低ラインと考えていいと思います。 CPU は Qualcomm QCM6125 という、これは Qualcomm AI エンジンを搭載した CPU で、当然それに合わせた形で OS が Android 13に変わったということですね。これは大きいですよね。で、 OS のアップデートがアプリからねタイムリーにできるようになって、以前のようにアップデータをダウンロードして外部メディアに入れてみたいなややこしいことにしなくてよくなりました。セキュリティやね外部機器との連携も含め、Android がね13になったことで、全体の安定感が高まったことは非常に喜ばしいことではあります。あとは HDMI 入力ポートがついたり、ナビの肝である音回りですよね。で、4つの 49W アンプ、36バンドイコライザーおよび同軸 RCA 出力搭載で、オーディオ入出力周りはかなり強化されていると思います。で、あとは別売りの前後カメラを接続すればドラレコとしても使えるようになったのと、ドラレコや駐車監視で異常な重力変化での録画をする必要があってか、GPS の精度が上がって、さらにねジャイロスコープが搭載されたので、今後ねいろんなことができるようになりますよね。地味に嬉しいのがノイズリダクションの内蔵マイクで、外部マイクを接続しなくてよくなったのと、ただ通話品質もそうですが、音声入力の精度がね悪いと、ストレスになるんでね、これはありがたいですよね。その他にもね細かいアップデートは多々ありますが、大きな変更点はこんなところです。しかしですね、こうしてスペックだけ眺めているとさぞかし X10 は良さげに見えるんですが、実際に処理能力的にねどうなのかと、ギークベンチ6で計測した衝撃の結果がこれなんですよ。すごいでしょ。はい、S8MS よりもですね X10 の方が数値が明らかに悪いんですよね。で、それぞれ2回ずつ計測しましたが、似たような感じでしたけど、これ誤差ではなく明確に差がありますよね。明らかにねハード的なスペックは上がってますけど、
Android OS が13になったことで、パフォーマンスが落ちているというのが原因だと考えます。やはり Android 機はですね、ハードと OS のバランスが非効率的というか、無駄にね、メモリなどのハードのスペックを上げないと高いパフォーマンスを発揮できないんですよね。いかに Apple 製品がハードとね、OS のバランスが効率的で無駄がないかをね、感じさせられた検証でしたね。なので、単にメモリやストレージが上がったからとか、理論上の数値だけで判断するのは非常に危険ということです。では、ここからは、見た目の質感だったり、操作性、体感速度がどう違うかをね、検証してみたいと思います。ただ、全ての動作をお見せするわけではなく、大きな違いがある部分だけかいつまんでピックアップしてみました。はい、では外観の方ですね。前9インチだったんで、もう非常にこの10インチの存在感はすごいですね。サイズ的にはですね、僕ジムニーなんですけど、なんか9インチでちょうどいいかなと思ってたのが、実際10インチつけてみると、むしろこっちの方がちょっと辛い位置感があって、非常にスッキリした感じがするんですよね。やっぱ10インチはいいなと思いましたね。なんといってもですね、もう大きいんで画面がとても見やすいですね。で、あとはS8 の場合は光沢が強かったんですよね。今回からグレア加工されていて、ハーフグレアっていうんでしょうかね。このグレア加減もちょうどいいんですよ。とてもいいです、これは。適度に反射してる感じっていうんでしょうかね。非常にこれ具合がいいです。僕は個人的には非常にこの感じ好きですね。設置においてはですね、ジムニーの場合は3センチぐらい今これ突き出してるんですけど、もうちょっと奥にこう寄せることもできなくはないんですけど、10インチだとさすがにここがね、下が干渉しちゃうんですよね。3センチ前出しちゃえば全然問題なく設置できるんですけど、あとナゲットも食べれるしね。あとは手前のいわゆるステーの部分っていうんでしょうかね、奥のね、シルバーのね、金属むき出しの状態だったのが手前だけね、黒くなったのがすごくいいですね。あとは左右と上部3箇所にビス止めされてるんですよ、この本体が。なのでそこを外しちゃえばパカッともう簡単に中にアクセスできる、この辺のガーニッシュとか一切外さなくてもアクセスできるのが非常に便利になりましたね。あとはね、質感ですよね。この筐体の質感がめちゃくちゃ上がりましたね。非常に高級感のある。で、このディスプレイとこのフレームの隙間なんかも非常に精密に作られてるというか、表面もですね、前のようにデコボコ感がなくてきっちりフラットだし、樹脂なんですけどちょっと金属チックな雰囲気が漂ってます。はい、素晴らしいですね。はい、では次は、起動のスピードですね。はい、エンジンかけます。めちゃくちゃ速いです。どんだけ速いねんってぐらい速いですね。こんなに速くなくてもいいのにってぐらい速いです。1秒もかかんないですね。スタート。スタート。うわ、ほぼ同時ですね。素晴らしいです。バックギアに入れてみたいと思います。若干遅くなったかなという印象ですけど、ちょっと前回のとね比べてみますけど、だいたい1秒ぐらいですかね。はい、まずエンジンかけます。はい、バック入れます。許容範囲かなって感じですね。このね、パーキングラインですね。これの設定ができないんですよ。これがちょっとね、痛いですね。あとは、前はこれ2分割されて、バードビュー、いわゆるなんちゃってアラウンドビューモニターが使えたんですけど、今回からは使えなくなってます。カメラは後々の前のタイプ使ってるんですけど、それがちょっと残念なポイントですかね。はい、次音についてなんですけど、音はね、入力系とは非常に充実したんですけど、肝心のね、音が良くないんですよ。どうしてこうなったかなってぐらい音が良くなくて、そして誰より日本の四季を愛してきただろう。2種類の人間がいる。やりたいことをやっちゃう人とやらない人。やりたいことをやってきたこの人生、
おかげで痛い目にも遭ってきた。散々恥もかいてきた。やっちゃえおっさん。Artlist.ioこのイコライザーの設定がですね、非常に分かりにくいんですよね。要するにこのマスターっていうところからプリセット設定できるんですけど、例えば、はい、ここに入りましたリバーブだったりタイムアライメントだったり、その出力のバランスだったりとか、その辺をね調整できるんですけど、低音強化とかね、この辺がですね非常に分かりにくいし、あと聞きが全然悪いんですよ。全く聞かないって言っていいぐらい、聞いてんのってぐらい。あとはですね、このイコライザーもですね36チャンネルあるのかな、こんな感じで、ここまでいらないんですよ。この1画面でコントロールできればいいなと思うんですけど、わざわざこっちまで持ってきて微調整なんで、非常にこれは使いにくいですね。はい。まあこれだから全般的に言えるのは、非常にその分かりにくいし、実際にこの音を変更してもですね、前ほど反応がない。下げますよ。あまりズンズンくる感じではないんです。これ最高にしても低音が全く効かないんですよね。変化はあるんですよ、若干。ただ以前の S8 についてたイコライザーに比べるともう全く弱いですよね。次操作性の説明ですけど、まあこれがホーム画面なんですけど、以前のに比べるともう全然情報量が多くて非常に分かりやすいですよね。でこのウィジェットもまあいろいろこういう感じで移動したりとかできるんですよ。ウィジェットってアプリがあるんで、いろいろ設定ができるんですよね。でこれ音楽いらないんで、これ例えば削除してホームをここに持ってくると、はい、こんな感じでメニューをカスタマイズできるようになったのは非常に便利かなとは思うんですが、カープレイなんかも非常に接続しやすくなりましたね。ただ僕は使わないので、基本的にカープレイはこういう Android ナビを使い始めるとカープレイとか一切用がなくなるんではい。まあこれはまあどうなのかなと思いますけどね。まあでも使いやすくなったのはよしとしましょう。でソフトウェアアップデートが非常に分かりやすくなった。このシステムアップデートっていうのがあるんで、これは非常に嬉しいアップデートですよね。で次にステアリングリモコンの反応がちょっと鈍くなったっていうのをね、例えばボリューム急に下げたいなと思う時あるじゃないですか。そういう時にこう連続押しができないんですよ。ただずっと押し続けるとはい下がりますけど、やらない人こういう感じでやりたいことずっと押し続けると連続でいくんですけど、これ一個一個早く押しても全く反応しないんですよね。これが非常にイラッとします。急に音量下げたい時とかあるじゃないですか。そういう時非常にちょっと困るなっていうのがあって、はい。でここで今もうお気づきの方もいらっしゃると思うんですけど、で今回ねここ80ピクセルだけ大きくなったんですよ。ただそれは何かというと、メニューが中に入っちゃったわけですね。80ピクセル分いわゆるメニューになっちゃったんで、結局表示領域としては同じなんですよね。1280の720になっちゃうわけです。でこれは僕はちょっと解約だなと思ってて、外側にあった方がメニューってやっぱりいいんですよ。こうやってカスタマイズできるようになったのはいいんですけど、外側にないと困るんですよね。例えばさっきの YouTube なんかも、はい、全画面になってますよね今ね。ホームに行きたいってなった時にここにあればボタンでいけたんですけど、まあ今こうですよね。ホームに戻りたくても戻れないんですよ。なんとかしないと。HDMI に接続するともう全画面になるじゃないですか。もうメニューがないわけですよ。さあどうするってなるでしょ。軽くこうやって上からスワイプして初めて出る。で手間がかかるようになったんですよね。これが僕はちょっとどうか、絶対メニューは外側にあった方がいいと思います。で急に音楽を止めたい時なんかもここで操作できるわけじゃないですか。はい、これは解約です。 APN 設定、例えば SIM を入れた時にその SIM のキャリア情報っていうのかな、入力する項目がないんですよ。
設定画面のこの W ランってところからこの一番上に出るんですけど、最初は認識しませんって出るんですよ。まずここを押します。でこう下の方に行くとアクセスポイント名っていうのが出てくるんで、ここをクリックします。はい、これで初めて設定画面になるんですね。僕一度設定してるんでこの画面出るんですけど、そうすると初めてこの画面になって、このプラスボタンでここで名前と APN とユーザー名パスワード入れれば OK なんですね。最後にこの保存ボタンを押せば設定されるわけですね。この設定がデフォルトでできないのはどうなのかなと思いました。はい、以上が S8 シリーズと X10 の主な違いと変更点になります。まとめるとこうなります。総じてね、Android 13になったことでセキュリティ面が強化されたおかげか、今まで使えてきたアプリがうまく動かないとか、Android 10ではできたのに13ではできなくなったことが結構多くて、Android ナビの面白さであるカスタマイズ性が薄れて、普通のナビになったような印象ですよね。急ぎすぎたと言いますか、筐体が素晴らしいだけにもう少しね、じっくりと作り込んでからリリースしてほしかったなというのが本音です。基本的な動作速度においては体感的にはそんなに大きな差は感じませんでしたが、ギークベンチの経過が示す通り、たまにね動作が重いなっていう瞬間が多々ありますよね。で最もきつかったのがやっぱり音の悪さなんですよね。でナビの基本は音ですから、そこが解約されたのは後々ファンとしてはとても残念でなりません。で音の良し悪しというのは、個人差があるんでね、ほんと主観にはなるわけですけど、褒められた音ではないっていうことだけはねお伝えしたいと思います。ただこれは冒頭でお伝えした通り、今まで使ったものに対する大きな期待値のもと、S8 とね比較したら解約だったってことであって、初めてね後々製品を使われる場合は、音の悪さを除いてはですね、今僕が思うようなストレスは感じないと思います。で100歩譲って、ギークベンチが示した値は置いておいて、今回指摘したねネガティブポイントはソフトウェアの改善でなんとかなることがほとんどなので、今後のアップデートに期待するしかないと、いくつかの問題点をね後々さんに確認しましたけど、で現在開発の方で鋭意改善中であるとの回答をねいくつかいただいたので、間違いなく改善されるとは思います。で後々さんは僕のフィードバックに対しては嫌な顔一つせず、むしろね問題点をどんどん指摘してくれという姿勢なので、後に改良版 X10 がリリースされるんじゃないかとも思います。はい、ではリゴロ的な結論、まずね今まで後々のものを使ってきて買い替えを検討されている方、そして初めてね Android ナビを検討されている方は S8 シリーズをおすすめします。じゃあ S8 シリーズが問題ないかと言われれば全くそうではなくて、少なくとも X10 よりはコスパ性能とも優れていると思います。特に S8 のウルトラプラスは一押しですね。であと予算があって音もそんなにこだわらないよという方は、Android 13の安定性だったり、今後のアップデートの期待で間違いなく X10 がおすすめです。あとは X10 がね気になって夜しか眠れないって人はですね、次のアップデート版が出るまで我慢されることをおすすめします。例えるなら今回の X10 は見た目は綺麗でスタイリッシュでセクシーだけど、付き合ってみたら肝心の中身が薄っぺらい見た目だけの女。対して S8 シリーズはそんな美しい女につい目移りしたけど、別れたことで改めていい女だったことに気づき、やり直したくなってしまった元カノみたいな、そんなイメージでしょうか。どちらが好みかは人それぞれ、少なくともね今後リゴロが何を使うかは今後の動画を見れば分かるかと思いますが、見た目の質感の素晴らしさ、 Android 13の可能性、将来性を考えると、完全に S8 でいいよなとも言い切れないのが X10 の魅力なんですよ。見た目もセクシーですしね。この動画の公開を良しとする弟さんの寛大さに感謝しつつ、今後のさらなる進化への期待を胸に終わりたいと思います。ではまた。